1月5日の東西の金杯でスタートしました今年の中央競馬、いよいよフィナーレを迎えました。サラブレッド実力ナンバーワンを決めます第38回有馬記念G4頭ご紹介してまいりましょう。牝馬の苦戦が続いていますグランプリレースですが、ただ花を添えるだけではありません。なんとか上位に食い込みたいエルカー・サリバーと海老名正義。この秋の充実度はまさに一気に天に昇る勢いです。石帝竜王田中勝春。牝馬三冠の夢はついえましたが、牡馬顔負けの瞬発力が魅力。今日は光り輝くのかベガと武豊。去年の有馬記念から実に1年ぶり、悪夢を忘れ奇跡の復活を目指す東海帝王と田原正輝。グランプリこの初登場となります。これがウィッシュドリームです。 G12 勝の実績からも今日は期待を裏切ることはできません。ライスシャワー的場仁。このレースで27連続の重賞挑戦の新記録達成。父ゆりのあの大脚を見せてほしいホワイトストーンと鴨木博正。気分よく走ることができれば苦手の右回りも克服できそうです。待ちかねタンホイザ柴田義富。ジャパンカップで世界の強豪を退け、このグランプリを制すればあとは海外へ羽ばたくだけです。レガシーワールド河内宏。キャリア4戦ながら三輪早秀に競り勝ったあの朝日杯での強さは忘れていません。 LA ウィン未来克美。ダービー馬の意地と誇りが今日も闘志に火をつけます。ウイニングチケットと柴田正人。2年連続グランプリ3着、今年こそはとの思いがあるはずです。ナイスネイチャー松永正弘。10戦6勝2着4回 100% の連帯率を誇ります三輪早秀がこのグランプリで初めて古馬と対決します。岡部幸男。鮮やかな逃亡劇から早1年、厳しいマークの中で今年はどういった逃げを打つんでしょうか。メジロファーマーと横山典弘。今年のサラブレッドナンバーワンを決めます第38回有馬記念。大川さん、もちろん今年もパーマが行くんでしょうね。もちろんパーマが行ってレガシーと、はい、あと行けばホワイトストーンも行くかもしれません。ストーンも行きますか、はい、と思うんですがね、まあパーマは絶対逃げますね。青島さん、枠入りは順調ですね。順調です。レガシーもですね、スムーズなゲートインでした。そしてビバ早秀ゲートに入るときになんかこうギラッと目が光ったようにも見えました。あと2とちょっとエルウェイがうるさいところを見せましたが駆け込んでいきます。そしてあとはメジロパーマを残すだけになります。エルウェイがちょっと立ち止まりました。12頭はすでにゲートの中、この LA ウィンが収まりますと大外、去年逃げましたメジロパーマーの枠入りを待つだけであります。今日はそして今年はどういった逃亡劇をこのメジロパーマーは見せてくれるんでしょうか。安城は横山典弘です。さあ14頭枠入り完了しました有馬記念。ゲート開いたスタートを切りました。メジロパーマーいいスタートであります。各馬一斉にスタート、綺麗なスタートを切っています。さすがに選ばれた14頭優秀であります。3コーナーから4コーナーにあります。先頭やはりメジロパーマーが行きました。メジロパーマーが3馬身から4馬身、レガシーが2番手、三輪早秀3番手、その後ろからホワイトストーンも行きました。1年ぶりの東海帝王も行っています。そしてウイニングチケットは後方待機であります。第4コーナー回りましてびっしりと回りました。中山のファンの前を14頭が駆け抜けていきます。1周目のホームストレッチであります。先頭は
はメジロパーマーがあります。メジロパーマーが大逃げではありません。レガシーワールド2番手、そしてホワイトストームが3番手から2番手に上がっていく。リバタヤヒデが4番手であります。その後方でありますがライシャワーがいる。アウトコースからエルベイビン、さらに東海帝王、久々の東海帝王、さらに1番のエルカー・サリバー白い帽子、アウトコースからナイスネイチャーが行っている。さらに赤い帽子タケのベガ、そのアウトコースに適定利用であります。そしてウィッシュドリーム、さらに後方から行っているのがバチカラタンコイザ、こういったところであります。さあ1コーナーから2コーナーに向かっていく14頭であります。横山のメジロパーマーが逃げて向こう上面に入っていきました。ホワイトストームが2番手であります。ホワイトストームが2番手、その後ろでありますがレガシーワールド3番手、リワハヤヒデが4番手、その後ろから柴田はがっしり手綱を離してウィニングチケット、ライシャワーがいる。そして赤い帽子東海帝王、3番はベガ、さらにそのアウトコースを通りましてエルウェイウィンナイスネイチャー、2番が適定利用であります。白い帽子エルカーカッターウィッシュドリーム、8番のバチカラタンコイザ、こういった展開で先頭のメジロパーマーは早くも3コーナーのカーブを切っていきます。14頭がほとんど10馬身以内の間隔で距離の中に収まっています。メジロパーマーが先頭、そしてグアカエルが早く上がった。レガシーワールドが3番手に下げました。さあ後続の中からウィニングチケットが今現在3番手まで上がってきている。メジロパーマーの大きな先頭、グアカエルで、そしてウィニング3番手、そしてレガシーの手がちょっと動いている。東海帝王赤い帽子も来ているぞ。残り400メートルを切りました。6分4を切った。さあリワハヤヒデ奥が先頭か、リワハヤヒデ奥が早くは先頭に立ったか。さあ残り200を切りました。残り200を切った。リワハヤヒデ東海帝王か、東海帝王が来た、東海帝王が来た。リワハヤヒデと東海帝王、ダービー馬の意地を見せつけた。東海帝王だ、東海帝王だ、東海帝王、奇跡の復活。1年ぶりのレースを制しました東海帝王、玉田正輝。しかしこのレースは真理の青ランプ。東海帝王ミラクル、まさに季節の復活が、奇跡の復活を見せました東海帝王。こんなことがあるんでしょうか。去年の有馬記念以来実に1年ぶりというレースであります。東海帝王が見事13頭を蹴散らしました。中央競馬の歴史の常識を覆すね、本当に彼自身の勝利です。1年ぶりの有馬記念で去年の雪辱を果たしました。今の気持ちから。そうですね、やっぱりもう驚きの方が先でね、本当にもう帝王自身がね、本当に今日はもう何がどのレース展開がどうなったよりもね、もう東海帝王彼自身がね、本当にもういろんなアクシデントがありましたからね、それを克服してね、本当に今までの中央競馬の歴史の常識を覆すね、本当に彼自身の勝利です。途中調教、そして今日パドック、それから本馬場に出ての感じなんかはどうだったんでしょうか。そうですね、もう昨年のことがありますからね、ちょっと気にはしてたんですけど、今日は本当に馬場に出てからの覇気もありましたしね、心配してた腰の状態もすごく良かったですからね、もう本当にすごい馬です。田原さん自身はレース中どんなことを唱えながら東海帝王の手綱を握ってたんですか。そうですね、とにかくまず一番気をつけたのはスタートで去年のようなアクシデントがないように、とにかく一番先にスタートを切ろうと思って、それだけを気をつけて、あとはもうとにかくもうこの馬の本当に相手がどうこういうよりもね、2500m を本当にこの馬のペースで一番この馬が 2500m を能力を出せるようにね、その点だけを考えて乗ったんですけどね、まあもう僕がどう乗ったこう乗ったよりもね、本当に東海帝王彼自身がね、本当にここまで立ち直って彼が本当に掴んだ勝利です。最後に琵琶をかわした時のその時の気持ちは。いやもう直線の最後の 100m はね、帝王頑張ってくれ頑張ってくれってもう本当に声を出してね、
もう励ましながらおったんですけど、本当にかわした時はね、もう本当になんか嬉しいというよりもね、なんかちょっと申し訳ないのは、もう1年も本当に大変もうきつかったと思うんですけどね、本当に頭が下がりました。ありがとうって本当にゴールした時は思わず言ってしまいました。最後に1年ぶり松本調教師にどんな報告しましょうか。いや本当にもう本当にありがとうございました。もうなんでね、もうさっきも手を挙げなかったとかね、大きなパフォーマンスあって言われたんですけどね、もう1年もねいろいろあって本当にここまでね立て直した関係者のこと考えたらね、もしも変な手なんか上げてもしアクシデントで足でもぶつけたらと思ってね、もうちょっとできませんでした。どうもおめでとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱりね、これだけの記憶に残る、僕はもう20何年になってこうやって今いろんなゲームで東海帝王の話が人気が出るっていうのは、亡くなってからでも生まれた子がゲームやってて東海帝王を知ってくれてるっていうのは幸せだったよね。この瞬間はありがとうだよね。いや本当に東海帝王ありがとうですよ。奇跡を望んで頑張れば必ずできる。今度は僕の番だ。だから見てて。